上がった感じあります？下着が全部前のが、入らなくて、本当ですか？強いピッチカップが入りました。前に知っておいた方が良かったなとかいうことあります？眼帯の注意必要なものしなかったのでちょっと失敗しました。脂肪筋補強メインで行っている森脇慎です。今回は26歳女性のお腹、腰、太もも、お尻から取った脂肪をお胸に注入する脂肪補強のマーキングから施術風景、ダウンタイム半年経過を一緒に見ていきます。この方、右 450cc、左 370cc とかなり多めに注入しています。ぜひ一度にしっかりボリュームを出したい、またボディラインをきれいに整えたいという人は参考にしてみてください。それでは早速見ていきましょう。まずはマーキングの前の最終確認ですね。ここでしっかりとどのような理想のボディになりたいかを確認していきます。やろうと思った時に欲しいなっていうかさ、ずっとこの辺の胸元のお肉がね、コンプレックスで、上側ですか？そうです。むしろお尻とか内ももがお肉がついてるのが親だったので、それを取って胸元に移したいなと思います。ちょっともう一回確認したいんですけど、どこが気になります？もう一度。この下のところですよね。あと外側ですよね。そうです。ちょっとこう見たとき、若干台形っぽくなってるので、ここの外側の張りしっかり出してあげてキュッてやる感じと、ここでもあんまり取りすぎるとちょっとねダランとした感じになっちゃうので、こっちはしっかり取って大丈夫なんです。こっち、A が取ってあげて形作る感じ。あとは内ももですね。内ももはなるべくもう取って隙間作る感じでいきましょうか。お尻なんですけど、ここのとこしっかり取ってあげるのと、あとお尻のここはちょっと取りすぎると今こう下に行くほど広がってる感じなので、ここちょっと取ってあげると形バランス悪くなるので、あくまでここしっかり取ってこっちは鳴らす感じでいこうと思うんですけど、なんかあります。大丈夫です。お腹もですね、すごいお腹綺麗だと思うので、しっかりとラインが出るぐらいに結構ペラペラにしていいですか？はい、大丈夫です。こことかね、はい。特にこの上腹部とかつきやすいので、しっかり首を作る感じで。お胸はここを出すのと他何かあります？間ですね。そこはもう脂肪準備自然にできるので、ちょっとこうなるべくこうグーッと揺すった時にしっかり自然なタイミングでできるように。あとこことかどうですか？腰です。ちょっとそうして。ごめんなさい。今場所的にはいい感じだと思うんですけど、ここでボリューム全体的に上げる感じしますか？はい。下げたいから大丈夫です。じゃあ上、全体的にボリュームを出すのと、あと上をしっかりと、あと谷間ですね。ここの形どういう形とかありますか？綺麗。綺麗。綺麗な形で、それいきましょうか。じゃあ後ろからマーキングしていきましょう。まず腰マーキングしていくんですけど、ここに腸骨量っていう骨があるので、ここをマーキングの意識するところと、ここに恥骨ですね。尾骨か。尾骨のところですね。であんまりお尻のところを取りすぎるとそげちゃうので、ここはもうなだらかにするのと、ここにくぼみがあるので、ここに起立筋、脊柱起立筋という筋肉が走っているので、ここを意識した筋肉をすると。今回お尻と太ももなんで、この方の場合、この下のところですね、ここが結構、全体的にお尻ちっちゃいんですけど、下に行くほどちょっとこう張り出しになる感じで、そこをですね、回していく感じで、お尻はキュンしていきますね。前回後ろから取ってますもんね、太ももをね。後ろです。太ももなんですけど、お尻はここと太ももこっち上げていいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？ここに内転筋っていう筋肉があるんですけど、それに沿ってとか筋肉していくのと、膝のところですね、ここちょっと伸ばしやすいところなんで、しっかりというか、あとここは結構そげるところなんで、すでにちょっとこう内側隙間空いてるのが分かるかなと思うんですけど、ここはあんまり飛びすぎると形が変になるので、若干切ります。やります。気分が悪くなっていってくださいね。なんか薬むくみのやつ飲んでるじゃないですか。なんか気分悪くなったりしないですか？たまになります。なりますよね。起きれない。起きれないみたいな。ああ、ですよね。筋力っていうか、あるんですけど、カリウムが下がりすぎる。
それではお腹のマーキングを一緒に見ていきましょう。まずはしっかりと力を入れてもらって、この真ん中に書いている正中部分が白線、そして横の2本の線が腹直筋のラインですね。アメリカでも標準的に行われているのがこの3本ラインを意識した吸引ですね。そして横に倒れてもらって、くびれのところにお肉が乗っかる感じを取る感じの吸引をしていきます。この方かなり細めなので、しっかり取ってあげるとかなりスッキリした感じのラインができると思います。腹筋はこのように筋肉のラインの走行を意識して吸引するのがとても大事になってきますね。そして青でしっかり通るところ、今書いてるのは上腹部のところですね。上腹部、そして下腹部を今回しっかり取りながら行っていきます。そしてもちろん横ですね。ここをしっかり取ることでくびれのあるウエストラインを作っていくことが可能です。で、お腹取ってあげて、腰取ってあげると全体的にウエストの細くなりません。次にお胸のマーキングですね。しっかりと乳房下縁の下乳のラインですね。そして正中部をしっかりとマーキングして書いていきます。この乳房下縁と正中部を明確に決めて注入していくことで、形が整ったバランスのいいお胸に仕上げることが可能です。しっかりとここを意識したマーキングをすることで、形の仕上がりもいい感じになります。そしてこの方は上部のデコルテの部分ですね、そこの棘感も気になるということで、しっかりと上部も注入していきます。上の方はややテンションがかかりやすくて、隙間も狭いので、定着率はやや下の部分と比べると劣りますが、ここにもしっかり注入することで、綺麗なラインを全体的に作っていきます。しっかりとマーキングの時に確認して、注入する場所を決めていってますね。こんな感じでしっかりボリューム出すのと、上部ですね、こうなるべく入れていって自然な形で作っていきますね。サイズ結構大きくなって大丈夫？大丈夫。できるだけ、はい。結構しっかり入れるだけ入れるので、で残るのが大体よくて半分なので、ちょっと多めに入れる方がいいかなと。やっていきますね。なんか聞いておきたいことあります？大丈夫。大丈夫ですか？以上がマーキングになります。ここから施術風景が流れるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。まずはお腹の脂肪吸引ですね。しっかりと吸っていきます。本当にこの方細いので、もうペラペラにする感じで吸引を行っていますね。そして本来のお腹のラインが出るぐらいまでしっかりと吸引していきます。このようにもともと細くてポテンシャルのある方だと、女性の方でもしっかりと自然な筋肉のラインが出るので、女性でも最近だとかなり細身で、お胸にしっかり入れつつ、お腹はそういったうっすらとラインが出るぐらいの感じが綺麗と言われているので、そこを目指して吸引を行っていってます。全体的にまんべんなく吸引して綺麗なラインを整えていく感じですね。この加乳レーというものを使って何往復もしてボディラインを整えていっています。以上が吸引ですね。そしてここから注入に移っていきます。先ほど脂肪吸引で吸引した脂肪細胞を次はお胸に入れる感じですね。本当にお腹の脂肪吸引で取った脂肪をお胸に入れるというのは、かなりボディライン全体を見ても綺麗なラインが作れるので非常にいいと思います。やはり特に下腹の下腹部につく脂肪などは取れづらくて、そこを取ってあげてお胸に注入してあげると、お胸はしっかりあって、この方のように細い方だと腹筋は筋肉のラインに沿って綺麗に開けれるので非常にいいと思いますね。こうやって丁寧に少しずつ注入していきます。以上が脂肪補強の全体の流れですね。それではダウンタイム経過を見ていきましょう。お腹と腰、あと太ももから取って脂肪補強をしていただいた方で5ヶ月ぐらいですね。どうですか、ダウンタイムの5ヶ月間。もうさすがに落ち着いたんですけど、最初の 1,2 ヶ月はだいぶしんどかったですそうですよね。多分太ももの全身が一番辛くて、2番目がお腹なんですけど、お腹と太ももの内側結構やってるんで、結構大変だったと思うんで、お仕事が夜のお仕事ですけど、そういうのっていつからできるようになりました？普通に。普通にお酒飲んだり、普通のドレス着たりは1ヶ月半ぐらいです。1ヶ月半。はい。あ、そんなにかかりました。すみません。ドレスやっぱあざとか太ももとか、やっぱ腰とか開いてたりするんで、そういう面で完璧に普通に戻ったのは1ヶ月半ぐらいです。でもドレスのデザインとか気をつけたら、2週間目ぐらいからは全然出てました。どの量とか気をつけたりとかしながら。じゃあ普通に働く分には2週間ぐらい全然大丈夫、動けます。1週間ではきついですか？ 1週間
嫌い。ちょっとまあ早く働きたい人もいると思うんです1週間ぐらいで、まあ、気合いで働いていただけたらなと思いますね。もうカップ数的に上がった感じあります？下着が全部前のが、入らなくて、本当ですか？はい、1カップは上がりました。はい。結構しっかり入れてるんですけど、やっぱり脂肪補強ちょっとやっぱり減るのがデメリットであるので、しっかり大きくしたい方は例えば2回3回やる人もいますし、シリコンバッグ入れてその上から脂肪注入補強する人もいるので、脂肪補強の一番のメリットは自然でバレないというところなんで、そこで検討してどうするかっていうのを考えてもらったらいいかなと思いますね。ただやっぱりどんなに多くても半分ぐらいしか残らないので、そこはデメリットかなと思いますね。でもボリュームアップはしたの、結構多めに入れたと思うので、それはやっぱり知ってもらったかなと思いますね。バレない出血はじゃあ2週間ぐらいです。そうですね、2週間3週間ぐらい。3週間ぐらい。本当に不自由なく生活できるのは1ヶ月半後ぐらい。1ヶ月ぐらい、そうですね。はい。今も突っ張る感じとかあります？いや、今はほぼないです。全然大丈夫です。はい。いいですね。もともと細かったので、かなりくびれとかいい感じに出てるのと、ここにフックチョッキングがあるんですけど、このラインが結構綺麗に出てるので、いい感じかなと思いますけどね。あと、傷跡とかどうですか？あんまりだった。はい。でも確かにね、いい感じかもしれない。いいですね。全然目立たない。傷跡、ちょっと個人差あるんですけど、半年とかでも全然赤い人もいるし、綺麗になってる人もいるので、ちょっと個人差が出てしまうところなんですけど、結構綺麗にあんま目立たないので、そこが良かったかなと思いますね。受け前に知っておいた方が良かったなとかいうことあります？眼帯中必要なもの。何が必要でした？いや、もう身の回りに全部置いといた方がいいです。動けなくなるんで。そうですよね。もう身の回りに、布団の横にも全部置いといてもらって。それしなかったので、ちょっと失敗しました。なるほど。そこはしっかり持っていただければなと思いますね。最後にビフォーアフターを紹介します。こちら、お胸のビフォーアフターですね。しっかりとボリュームがアップしますよね。そして術後6ヶ月ですね。ボリュームがアップしてるの分かりますね。上がアフターです。そしてお腹も見ていきましょう。こちらビフォーですね。アフターでしっかりと筋肉のラインが出て洗練されているのが分かりますね。ということで今回は26歳女性のお腹の脂肪吸引からお胸に右 450cc、左に 370cc 注入した方のマーキングから施術風景、ダウンタイム経過、そしてビフォーアフターを紹介しました。かなりお腹の脂肪吸引プラス脂肪補強が相性のいい施術だと思うので、検討している方はぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また概要欄にある公式 LINE から脂肪吸引相談希望、脂肪補強相談希望とご連絡いただくと毎月5名限定の特別キャンペーンモニターをモニター審査なしで適用とさせていただきます。興味ある方は概要欄の公式 LINE からご相談ください。それでは。